Go to the top ジャムボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、JO1B クラシックオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあミュージックビデオが公開されてから少し時間が経ってしまったんですけれども、 JO1 の B クラシック、こちらの楽曲はですね、ベートーベンの運命という楽曲をサンプリングしていてですね、クラシックと現代音楽の融合っていう感じの楽曲。僕はね、個人的に JO1 はクラシック的な雰囲気がする楽曲が一番似合うんじゃないかっていうふうに思っていたので、今回の B クラシックはですね、めちゃくちゃ嬉しいですね。で、何をもってクラシックみたいな雰囲気の楽曲が JO1 に似合うのかって言ってるかというと、 JO1 の楽曲の中でスパカリ、こちらもね、クラシックっぽい雰囲気がする楽曲じゃないですか。僕が JO1 にハマったのが、スパカリを聴いてめちゃくちゃかっこいいなっていうふうに思ってハマったっていう思い出があるので、やっぱりね、そういうクラシック的な雰囲気 JO1 似合うと思うんですよね。そういう楽しみな気持ちでですね、今回も歌声分析していったわけですけれども、いや歌声の進化がやばいですね。 JO1 は新しい楽曲を公開するたびに歌声の進化の振り幅がものすごく大きくて、毎回びっくりしていたんですけど、今回はですね、過去一進化してると思います。歌の表現力だったり、新しい声質だったり、いろんな発見があってですね、僕はね、歌声分析中ものすごく嬉しくなっちゃいました。そういった部分をどこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして今回の動画を見て気に入ってくださった方はですね、ぜひ SNS での拡散の方もお願いできたらなというふうに思います。それでは早速 JO1B クラシック歌声分析 GO！ お、雷。えい。わ、かっこいいね。これはレンさんですよね。ちょっと暗くて分かりづらかったんですけど、レンさんですよね。やっぱりこういう美しいクラシックの旋律には美しい男が似合いますよね。めっちゃかっこいい。次いきますよ。おい。かっこいいですね。出だし豆ちゃんなんですね。JO1 の楽曲って結構歌い出しは豆ちゃんが担当することが多いような気がしていて、やっぱり豆ちゃんのね、この甘くて優しい歌声から始まるこのね、雰囲気、僕大好きです。そして豆ちゃんの声の出し方なんですけれども、声の音色をコントロールする鼻の中の空間、鼻腔共鳴と、あと言葉をクリアに聞かせたり、あとは大きさによって声量をコントロールできる口の中、口腔共鳴、この2つが中心ですね。その他にも声の太さを決めたり、声の厚さの増減、この辺をコントロールする胸の中の空間、胸腔共鳴っていう部分もあるんですけど、鼻と口が中心で胸は少しだけ使ってる、そんな感じの声の響きバランスかと思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいかっこいい。でね、この地声から裏声に切り替えるポイントめっちゃいいですよね。目のように、こんな感じかな。もっと裏声に地声のようなパワー感が入ってる声だと思うんですよ。これミックスボイスっていう声なんですよね。一般的には地声と裏声の中間の声って言われるすごく難しいテクニックなんですけど、それをね、簡単にさらっと聞かせる豆ちゃんの歌の実力やばいですよね。次いきますよ。
いいね。ここのフレーズは翔也さんかな、可愛らしいような声質だったと思うんですけど、多分翔也さんですよね。いつもはラップを担当することが多いので、素敵な歌声が聞けてね、めちゃくちゃ嬉しいです。で、翔也さんの声はですね、鼻の中の空間、鼻腔共鳴、こちらを中心にしてますね。で、男性が鼻の中の空間の響きを中心で歌声作りをすると、可愛らしいとか、綺麗な声質とか、そういった歌声になります。もう一回聞いてみましょう。いいね。ななななななみたいな。僕がやるとね、こういった感じの声質になるんですけど、すごく素敵な声ですよね。次いきますよ。リズム感が素晴らしいですね、翔成さんのラップ。で、かなり強い感じの歌声に聞こえたと思います。これどうやってるかっていうと、まず一つが言葉の子音の発音の仕方。こちらがすごく重要になってきます。子音をですね、強めに発音するんですよね。そうすると、強く子音を発音したポイントがアクセントって言われる強い音に変わります。で、強い音と弱い音が生まれることによってラップにですね弾んだような躍動感が生まれてきます。これがねかっこいい雰囲気を作るんですよ。そしてもう一つがですね声を飛ばすイメージです。声っていうのは前方向に飛ばすイメージで歌うと強い雰囲気が出ますし、後ろ方向にこうクイッとね弾くような感じのイメージで歌うと柔らかい声になります。で、翔成さんはここではですね、前方向に向かって声を出すイメージでラップを歌っています。もう一回聞いてみましょう。ところどころね、こう早口になるポイントもめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。かっこいいが続きますね。今のところは、たくみさんからレンさんへのつながりだったかな。で、たくみさんの声はやっぱりね、個性がものすごく溢れていますよね。この声はどうやって作ってるかっていうと、喉の空間をですね、あえて狭くしてるんですよね。みたいな。そしてその声を鼻に入れる。そんな感じの歌い方かと思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。誰にもみたいな、こんな感じかな。僕がたくみさんっぽい体の使い方で歌うと、こういった感じの声になるんですけど、で、人によっては喉の空間を狭くすると喉声になるっていう風に思ってる方もね、いるんですけど、これね、あながち間違いではないんですけど、ただ、喉の空間を狭くしないと表現できない声っていうのもあるのも事実で、だからここのたくみさんの声はですね、あえてこういう声作りをしているっていうふうに僕は思います。この声じゃないと表現できないメッセージがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。次いきますよ。いいね。うわかっこいい。このね、高い音がね、めちゃくちゃかっこいい声でしたよね。なんかすごく歌声がパワーアップしてますよね、スカイさん。前より歌が力強くなったというか、スカイさんの声の僕の前のイメージはですね、こうクールにふわっとこうね、歌うような印象が強かったんですけれども、今回はですね、パワー系ですね。めちゃくちゃかっこいい。これどういう風に声を出してるかっていうと、胸の響きが強いんですよ。胸腔共鳴ですね。こちらをメインにして声を出すイメージは斜め上って感じかな。45度ぐらいの角度で声を出すようなイメージで歌っていると思います。もう一回聞いてみましょう。で、最初は柔らかいんですよね。僕が今まで思っていたスカイさんの歌声って感じなんですけど、生まれてくストーリー、ここがですね、めちゃくちゃパワーのある声に変わってるんですよね。で、最初の柔らかさはですね、ウィスパーボイスっていう声に息の音を混ぜるテクニックを使ってます。
集まった音粒から、こんな感じかな。もうちょっとね、息の音が強いと思うんですけど、で、その後の生まれてくで声の出し方が変わって、胸を支えにしたミックスボイスですね。生まれてくストーリーみたいな。もうちょっとね、胸の響きが強いかな。僕はね、スカイさんみたいにうまく歌えないんですけど、いやー、本当に素晴らしい声ですよね。次いきますよ。今。スカイさんリーダーで、最後スカイさんの今。ここにつながるんですね。うわー、かっこいい。で、リーダーの歌い方なんですけど、やっぱりね、安定感がすごいですよね。で、声の安定感とか、聞き心地の良さに注目しちゃいがちなんですけれども、ここでのポイントはですね、全体的に音を切るテクニック、スタッカート、これを使ってるんですよね。で、このスタッカートを使っている理由として僕が推測するに、バックのサウンドもですね、タッタッタッみたいな感じでスタッカートみたいな雰囲気になってるんですよね。そこにリーダーの歌もですね、スタッカートでこうアタック感を合わせることによって時間がガッガッガッってこう止まってるような雰囲気を表現したかったんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。そのリーダーのスタッカートがあるからこそ、スカイさんの今、ここがすごく際立ちますよね。時間が進み始めたような雰囲気がしているというか。いや、リズムでこの表現やばいですね。次からサビかな？行ってみましょう。レンさんが歌った後に全員で追っかけをしているっていうところですかね。レンさんの声も素晴らしく進化してますよね。2024年前半ぐらいまではですね、口と鼻の響きが中心だったんですけれども、2024年後半ぐらいからかな、すごく歌声がですね、かっこよくなってきたんですよね。その前までは美しい歌声っていう感じでした。で、声の響きとしてどういう風に変化してきたかというと、このかっこいいっていうワードでね、ピンときたジャムの方いると思うんですけど、胸の響きがですね、ものすごく安定してきてるんです。で、歌の中で胸の響きっていうのは土台になる部分なので、歌の基礎的な部分のレベルがですね、ものすごくアップしたっていう証拠なんですよ。ここから伝わってくることとしては、陰でボイストレーニングをめちゃくちゃ頑張ってると思います、レンさん。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。で、やっぱりこういうクラシック的な雰囲気がする楽曲は JO1 が歌う楽曲の中で一番こう合ってるなっていうふうに個人的に思うんですよね。これは多分僕の中でスパカリの存在がものすごく大きいと思うんですけど、JO1 にハマった最大の理由はですね、スパカリを聞いてめちゃくちゃかっこいいなっていうふうに思ったからなんですけど、スパカリも雰囲気的にはクラシックっぽい雰囲気する部分あるじゃないですか。だからね、この今回の B クラシック、僕は進化したスパカリっていう風にね、思っちゃいましたね。次いきますよ。一回止めますね。今のケイゴさんのポイント。やっぱりね、ケイゴさんのこのね、さらっと歌う雰囲気、すごいかっこいいですよね。目指すべき場所へと。僕が歌うとね、どう頑張ってもこのぐらい声にパワーが乗ってしまう音域なんですよね。それをね、もうこう鼻歌を歌うごとくさらっと歌ってるじゃないですか。これ最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。超かっこよくないですか？もう声を出してる感じも裏声に近いんじゃないかっていうぐらい声の力み感が抜けてる素晴らしい声ですよね。目指すべき場所へと。裏声だとね、力が弱くなりすぎちゃうし、僕の場合。いやー、素晴らしい声ですね。次いきますよ。かっこよ。
やっぱりつるちゃんのこのビリビリした感じの声たまらないですよね。これはうっすらシャウトボイスっていうテクニックを使ってます。声の種類かな。ここにですね、仮声帯っていう器官があるんですよ。咳払いとかするときに動く器官なんですけど、このビリビリってした音を声に混ぜたテクニックをシャウトボイスって言います。つるちゃんね、これめちゃくちゃうまいですよね。もう一回聞いてみましょう。もうね、本当にね、もうすべてかっこいいですよね。いや、さすが JO1 ですよね。次いきますよ。えい。ここは純喜さんが歌って今度は追っかけ全員みたいな感じなんですね。純喜さんのこの声もすごく珍しい声質チョイスかなっていうふうに僕は思って、いつもだとこういうテンポ感でこういうノリの時はですね、喉の奥を少し広げたような声の出し方をするんですよね。みたいな。少しだけオペラとかそれこそクラシックの声の出し方に近いような声の使い方をいつもだったらしてたんですけど、今回はですね、その喉を広げるっていう体の使い方はしてなくて、すごくナチュラルな声質っていうかね。もう一回聞いてみましょう。この声もいいですよね。すごくかっこいい声。なんか優しい感じの雰囲気を僕は感じたんですけど、ジャムの皆さんはどういうふうに思いましたか？ぜひね、コメントで教えてください。次いきますよ。王子のね、声。すごく甘くて色気のある歌声でしたね。で、声に色気だったり、こういう甘い雰囲気を出すためにはどうするかっていうと、こちらもですね、鼻の空間、鼻腔共鳴がポイントになってきます。プラス、全体的にうっすらウィスパーボイスを使うことによって、色気を増幅させてるようなね、そんな感じの歌声ですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。なんかみんな表現力の幅が格段にレベルアップしてて、僕はね、すごく今びっくりしてます。本当にね、陰でものすごい努力してると思います。これね、毎回言ってると思うんですよね。毎回新しい曲を出すたびに、信じられないぐらい歌のレベルがですね、格段にアップしてるので、もう本当にね、もう尊敬します、僕は。次いきますよ。来ましたね、つるちゃんラップ。で、今、ところどころビリビリした感じの雰囲気の声使ってましたよね。これがね、シャウトボイスです。で、全体的に子音もですね、強く発音してますし、で、スタッカートを入れることによって、リズムの歯切れの良さも表現してるっていうね、めちゃくちゃかっこいいラップです。もう一回聞いてみましょう。芸はないみたいなね、ちょっとね、僕真似したんですけど、あんまかっこよくなかったですね。失礼しました。で、声としてはですね、胸の響きが中心ですね。すごく男らしくてかっこいい声。で、シャウトを使ってるところはですね、仮声帯を使いながら声をですね、鼻に入れるんですよね。鼻に入れることによって、このビリビリした音質がですね、増幅するんですよね。次いきますよ。まめちゃんの Going Up Going Up のところすごく音が取りづらいフレーズでしたね。これはですね、ちょっと難しい音楽のお話になるんですけど、ここのポイントだけ転調って言って、曲の雰囲気がですね、変わってるポイントなんですよね。曲の雰囲気が変わるポイントっていうのは、今まで使っていたフレーズの雰囲気もですね、ガラッと変わってしまうので、歌い手にとってはすごく音が取りづらくなります。で、代表的な転調っていうと、最後の大サビがキーが上がったとかあるじゃないですか。ああいう感じです。で、カラオケ好きな人はわかると思うんですけど、転調するときって音取りづらくないですか？それがですね、今のまめちゃんの
歌ってるフレーズの前半、そこで部分的に起こってるんですよね。部分転調って言ったりもするんですけど、その部分もう一回確認してみましょう。ね、すごくなんか音が取りづらそうな雰囲気感じませんでしたか？そしてその後のね、慶吾さんのラップ。もうトップっていう言葉が出てくると反応しちゃいますよね。そしてさっきの歌ではすごくね、こう、ふわっとした声を使ってクールな雰囲気を表現していたんですけど、今のラップではですね、強い地声を使ってめちゃくちゃこうイケメン感を出したラップでしたよね。次いきますよ。お、ここは僕が待っていた翔生さんから翔也さんのラップのつながりじゃないですか。JO1 の楽曲の中で僕は聴きどころの一つとしてここのね2人のラップのつながり楽しみにしてるんですよね。翔生さんのクールな感じのラップから翔也さんの個性が溢れた声質のねラップに変化していく雰囲気がですね、僕最高に大好きですね。もう一回聴いてみましょう。かっこいいね。空高く。この最後のうの言葉をすごく強調して発音してるところがね、さらに翔也さんの持ち味をこうね、増幅させてるというか、そんな感じがします。次いきますよ。で、ここが王子から匠さんへのつながりか。いや、ここのラップのパートなんですけど、メンバーの切り替わりがこう早いじゃないですか。ワンフレーズ歌ったらメンバーチェンジみたいなね。これが楽曲のスピード感とつながっていてめちゃくちゃかっこいいですよね。で、前半が翔生さんのこうね、クールな感じのかっこいい声から翔也さんの個性あふれる声質。で、今回の王子から匠さんのラップのこうつながりもですね、王子のかっこいい声から匠さんの個性が溢れる声質みたいな感じで、なんかテーマがこう統一されてんのかな。もう一回聞いてみましょう。いや、なんかそんな気がします。正統派のかっこいいから個性的なかっこいいへのつながりみたいなね。次いきますよ。美しい声ですね、リーダー。いや、こういう声も持っていたんですね。持っていたっていうか、もしかすると、新しい表現方法を作り出すために、努力して手に入れた歌声かもしれないですよね。ものすごくソフトなんですけど、声の響きがですね、すごく広がってる感じがして、で、鼻からですね、頭にかけての響き、これ頭部共鳴とか、ヘッドボイスって言ったりするんですけど、その響きがですね、歌声にこう混ざってきてるんですよね。で、頭の響きが増えてくると、どういう声になってくるかっていうと、歌声がですね、ものすごく綺麗に聞こえてきます。もう一回そこに注目して聞いてみましょう。で、全体的にですね、声をですね、後ろに引くようなイメージで歌ってますね、リーダー。それもあって、ふわっとした雰囲気が歌声から感じられるんですね。いやー、素晴らしいです。次いきますよ。いいね。やっぱこの今、いいですね。で、今回の歌割りはですね、1番と逆になってんのかな。今はリーダーが歌って、その前の英語のところはスカイさんが歌ってみたいな。もう一回聞いてみましょう。で、2番だからってこともあるのかもしれないんですけど、スカイさんが歌ってたフレーズ、かなり強い地声を使ってます。1番よりも2番の方をこう盛り上げるっていう気持ちからそういう歌声をチョイスしたんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。で、今の純喜さんの声がですね、僕が先ほど言った喉の奥をちょっと広めにした声の出し方っていう声です。僕の中ではね、この声がね、ザ・純喜さんっていう感じなんですけど、もう一回聞いてみましょう。これ。
いい声ですよね。で、この声の使い方は、実は日プからですね、純喜さんはこの声の出し方を使っていて、おそらく純喜さんの中で一番多く使われる声の出し方なんじゃないかなというふうに僕は思います。次いきますよ。マメさんが強めな地声で入って、その後のレンさんのここのパート、色気たっぷりですね。もう本当にね、耳元でこう囁いてるんじゃないかっていうぐらい、息の量がいっぱい出てるウィスパーボイスを使ってますよね。で、多分ね、ここはレコーディングの時にかなり声量を抑えて、歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。で、声量を抑えてこの音域を歌うってものすごく難しいですからね。やっぱレンさん歌うまいですよね。もう一回豆ちゃんからのつながり聞いてみましょう。いいですね。で、この流れを作ることによって多分ね、次 C メロが来るんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、C メロへの流れも作ってるんですよね。次どんな歌が待ってるんだろうっていう期待感が湧いてきませんか皆さん。じゃあ行ってみましょう。いやー C メロ来ましたね。で、純喜さんですよね。僕の中ではね、C メロの純喜ってイメージです。JO1 の C メロは純喜さんが担当することがものすごく多いなっていうふうに思っているんですけど、今回もですね、純喜さんが歌ってますね。で、ここの純喜さんの声はですね、先ほど言った純喜さんの中でのスタンダードな声質チョイスです。ただ、全体的に柔らかい雰囲気が出てますよね。これ何をしてるのかっていうと、先ほどのリーダーと同じようにですね、後ろに声を弾くようなイメージで歌ってるんです。だからふわっとした雰囲気出てます。もう一回聞いてみましょう。で、最初にザラザラって音入っていたのを皆さん気づきましたか？これね、エッジボイスっていうテクニックです。歌い出す前に、この音を入れるんですよ。で、この音もさっきシャウトボイスで説明したここの仮声帯、ここで作られてる音です。この音を入れることによって切なさだったり悲しさとかね、そういった雰囲気のするフレーズになってくるんですけど、もう一回聞いてみましょう。そしてこの抜群の歌声の安定感ね。もう体の使い方が完璧なんですよね。で、歌の中での体の使い方ってどこが重要になってくるのかっていうと、腹筋と背筋、こちらですね。で、この体の使い方がすごく重要になってくるんですけど、その体の使い方をするためには息の吸い方、ここが大事になってきます。腹式呼吸っていう呼吸法を歌ではメインで使うんですけど、腹式呼吸で息を吸わないと腹筋と背筋に力を入れにくい状態になってしまうんですよね。なので純喜さんはですね、その辺がもう完璧ですね。次いきますよ。この C メロの部分では歌のバトンリレーみたいな感じの雰囲気を今感じました。どういうことかっていうと、前半で歌っていた純喜さんの歌の雰囲気を引き継いだような状態でスカイさんが歌声表現してるみたいなね、そんな雰囲気をですね、僕は感じたんですけど、まるでね、純喜さんとスカイさんが歌で会話をしてるかのような、そんなポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。なんかそんな感じがします。いや、すごいポイントですね。絶対的なメンバー間での信頼関係がないと、こういった表現って僕はできないと思ってるんですよね。JO1 のね、メンバー間での絆の深さを感じれるポイントでした。次いきますよ。ここでつるちゃんの激しいラップが来るんですね。なんかすごくテンションが上がってきますね。じわ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 盛り上がっていく感じか。もう一回聞いてみましょう。かっ
こいいね、やっぱりね。で、休符の入れ方もですね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。歌で休符を入れるためにはどうすればいいのかっていうと、言葉と言葉の間にですね、ちっちゃいつを入れます。トラックとか、やっぱりとか、このちっちゃいつです。ちっちゃいつを入れることによって、その後の言葉がですね、子音の時に説明したのと同じなんですけど、アクセントになるんですよ。アクセントが生まれるってことは、フレーズ自体に躍動感が乗ってくるっていうところにつながってきます。次いきますよ。うわ、長い。いや、このロングトーンさすがですよね、純喜さん。ものすごく長いですよね。こういう長いフレーズを歌うために必要なことは、まず、息の使い方、こちらとですね、あとはやっぱり腹筋と背筋の使い方なんですよ。しっかりと体で声を支えてあげることによって、声をまっすぐ長く伸ばせるようになってきます。そして吸った空気を全部しっかりと使い切ることができるというところにつながってきます。もう一回聞いてみましょう。すごいね。すごいわ、これは。で、この長いフレーズはですね、大きい声で歌ってしまうと、おそらく息が持たないと思うので、少し小さめな声で歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。息の量のコントロールも抜群ですよね。次いきますよ。最後のサビのメインは匠さんなんですね。いや、匠さんの声も、どんどん個性が素晴らしい歌声になってますよね。こういう個性がすごく感じられる歌声っていうのは、やっぱり鼻なんですよね。鼻腔共鳴の使い方がめちゃくちゃうまい。もう一回聞いてみましょう。いい声ですよね。素晴らしい。次いきますよ。いい。最後もいいですね。今のね、翔生さんの、あどけない少年のような歌声もね、僕大好きなんですよね。ほんといろんな声持ってますよね。そして、慶吾さんの声、めちゃくちゃパワフルですよね。曲の終盤に向かうにつれて、どんどん声のパワーが増していっているというか、いやー、かっこいいね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。チェキワン、ツー、スリー、フォーのところとかすごい強い声でしたよね。で、最後はクールに B みたいな僕がやってもクールになりませんけどね。いやー、最後の最後までかっこいいですね。次行きますよ。豆ちゃんいいね。で、豆ちゃんの歌声を聞くとですね、やっぱり JO1 のメンバー一人一人の個性って素晴らしいんだなっていう風に結構思うことが多くて、なぜかというと、これは僕の中の個人的な考えですからね。豆ちゃんの声って正統派の歌声かなっていう風に個人的に思ってるんですよね。すごく聞きやすくて、なおかつ優しさも感じて、なんなら声から癒し成分まで伝わってくるような歌声っていうかね。いろんな要素を兼ね添えた正統派な歌声っていうふうに思うんですけど、やっぱりこういう正統派の声を聞くと、他のメンバーの歌声の魅力も再認識できるというか、なんかね、ごめんなさい。ちょっとね、伝わりづらい説明かもしれないんですけど、それだけ豆ちゃんの声は JO1 の中ではキーポイントになってる声っていうふうに個人的に思います。次いきますよ。いやー、どうしたスカイさん。この色気やばいね。今までこんな色気を出した歌い方ありましたスカイさん。なんか最後の最後でテンション上がってきちゃった。すごい声を聞いて。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。やばくないですか？で、ここでスカイさんどういう表現をしてるのかっていうと、声の感情をあえて無表情にしてるんですよね。その代わり、
歌声がめちゃくちゃ美しいっていう声の出し方をしてるんですよ。先ほど言ったヘッドボイスだったり、声の音色をコントロールする鼻腔共鳴。この辺を中心に声質作りしてるんですけど、声質が美しすぎるからこそ、必要以上に感情を乗せない。これがね、今の色気につながってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう僕の中では美学すら感じる歌声の表現だと思います。次いきますよ。お、Go to the top 言いましたね。わー、なんかエモいですね。Go to the top ってね、歌詞に入ってくるとね、めちゃくちゃこう感動しちゃいます、僕。次いきますよ。いいね。もうでもね、エンディングっていう雰囲気がしてきて、僕はね、今ちょっと寂しいです。もう終わっちゃうって思って。でもね、最後まで聞いていきたいと思います。なるほどね。そう繋がってくるわけか。ベートーベンの運命とね、B クラシックのメロディーがうまく絡み合った瞬間。いや、これね、感動しますね。なんか今止めたところで曲が終わった雰囲気を感じたんですけど、まだね、20秒ぐらいあるんで最後まで見ていきたいと思います。お誰だ？純喜さん？純喜さんかな？あ、なるほどね。鳩が飛んでいって、そして曲タイトルで終わるってことか。なるほどね。わあ、めちゃくちゃかっこよかったです。以上、JO1B クラシック歌声分析はここで終了です。さあ歌声分析をしていったわけですけれども、まずね JO1 のメンバー全員歌のレベルがですねものすごくアップしてますよね。これね歌声分析中にも何回も言っちゃったと思うんですけど、もう何回も言いたくなるぐらい新しい声質だったり新しい表現の仕方をね感じることができて、僕はね最高に嬉しかったです。そしてやっぱりこういうねクラシック系のアレンジをした楽曲は JO1 ものすごく合いますよね。僕個人的にはねどんどんこういう楽曲を歌ってほしいなっていうふうに思ってるんですけど、ジャムの皆さんはどうでしょうか。めちゃくちゃかっこいいですよね。ずっとねこういう曲を歌ってほしいなっていうふうに思っていたので、今回の B クラシック最高に嬉しかったです。これからも JO1 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。